幸も不幸も存在しない、そう思う心があるだけ。例えば、ガラスのコップを見たとき、100人が100人とも、これはガラスのコップであることがわかります。お箸を見たとき、100人が100人とも、これはお箸であることがわかります。お茶碗を見たとき、100人が100人とも、これはお茶碗であることがわかります。では、100人が100人とも、これは幸せであるとわかるものはあるのでしょうか。すべての人が絶対的な価値を持って幸せだと思えるものは存在しません。A さんにとっては幸せなことが B さんにとっては幸せではないことがあります。幸せは個人にのみ帰属するものです。幸せの本体がどこかにあるのではなく、私が幸せと思えば幸せに、不幸と思えば不幸になります。個人がこれは私にとって幸せであると決めたときに、その人にとっての幸せになるのです。このコップの水は半分しかない。だから不幸だ、不愉快だと思う人がいてもいい。その反対に半分あって嬉しい、楽しいと思っても、あるいは半分残してくださってありがたいと思ってもいい。コップの中に半分の水があるという現象に価値を決めているのは受け取る側の心です。幸せも不幸も外的なもので決まるのではなく、心のあり方で決まります。辛く、悲しく、虚しいと思う事実は実は存在していません。そう思う心があるだけです。ですから、辛く、悲しく、虚しいことはそう思い、そう決めつけた自分の結論です。30年間病気をしたことのない人が盲腸で2週間入院をしたとします。その時、病気になったことは不幸だと考えることもできますが、2週間まとめて休むことができたので、すごく元気になったという捉え方もあります。2週間会社を休んだという現象自体はニュートラルであり、何の評価もついていません。本人の捉え方が評価を決めているのです。一つの現象や出来事に、プラスもマイナスも幸も不幸もありません。すべての人が幸せだと言える出来事や現象があるのではなく、自分が幸せだと思った瞬間に、そう思った人にだけ幸せが生じるのです。幸せとは、存在するものではなく感じるものです。結局のところ、私たちが目の前の現象をどう思うか、感じるかであって、普通に歩けることが幸せだと思った人には幸せが1個、目が見えることを幸せだと思った人には幸せが2個手に入る。耳が聞こえて幸せ、口で物が食べられて幸せ、鼻で呼吸ができて幸せと考えていけば、幸せはいくらでも手に入ります。すべての人に共通する幸せはありません。ひとえに私が幸せを感じるかどうかで幸せが存在するかが決まるのです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回はありがとうの神様という本をご紹介したいと思います。著者は小林正観さん。学生時代から人間の潜在能力や超常現象などに興味を抱き、独自の研究を続け、全国で年に約300回の講演を行い、講演の予約は2年先までいっぱいになるほどの人気だったそうです。その著書も多く、数百冊に及ぶのですが、その中でも、正観さんの伝えたかった考え方を一冊にまとめたのが本書なんです。もともとは唯物論で宗教とは無縁の正観さんが、40年間の神学研究の上たどり着いたのが、どうも神様は存在するらしいということ。偶然とは考えられない、いくつもの神秘的な出来事、様々な現象を何十何百と見てきた結果、この世には神様が存在するらしいという結論に達したということなんです。本書には神様が味方してくれて、すべての出来事を幸せに感じることができるようになる素敵な71の習慣が紹介されています。本動画では
この本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言い続けると、その通りの人生になる。私は講演会などでたびたび誤解について話をします。誤解とは、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句の5つです。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を口にしないように戒めようというのが私の唱える誤解です。何があっても誤解を言わずに、口から出る言葉がすべて優しく、周囲の人を元気づけるものであれば、神様や宇宙を味方につけることができます。例えば、信号を渡ろうとして横断歩道に差し掛かったとき、ちょうど信号が青に変わる。買い物をしてお金を支払うとき、小銭入れの1円玉の数がぴったりだったといったことがいつも起きる。言い換えれば、月を味方にできるようになります。一方で、いつも誤解を口にしていると、神様や宇宙を敵に回してしまいます。何気なく天気の不満を口に出している間は、否定的な論評をする癖がついたままです。どんなに一生懸命生きているつもりでも、神様や宇宙は味方になってくれません。人間は自分の発した言葉で自分の人生を作っています。私の周囲の環境や自分が立たされた状況は、すべて自分の発した言葉によって形成されていきます。ですから、朝から晩まで嬉しい、楽しい、幸せ、愛している、大好き、ありがとう、ついてると言い続けると、この言葉をまた言いたくなる現象や出来事に囲まれます。反対に誤解を口にしていると、ついていない人生を送ることになります。以前、午前2時ぐらいに私に電話をしてきた方がいます。この人は次のようなことを言いました。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わないでいたのですが、4ヶ月経っても思い通りの人生を送れない。私は電話口でこう答えました。そういうのを不平不満というのではありませんか。宇宙が自分の味方をしてくれない。自分の思い通りの人生にならないと嘆く人がいます。ですが、よく考えてみると、電車に乗った、電話をかけた、お茶を飲んだ、食事をしたといった日常の行動は、すべて自分の意志でそうしたものです。だとしたら、多くのことが思い通りになっているではありませんか。また、こんな話もあります。東京に住む70代の女性が50年間ことあるごとに同じセリフを言い続けてきたそうです。20歳の時に会社を起こしてもダメで、40歳の時にボランティアグループを作ろうとした時も人が集まらなかった。何かイベントをしようとしても全部ダメだった。私の人生は何をするにせよ思い通りにならなかった。この女性は、私の人生は思い通りにならなかったと思い違いをしています。全部思い通りになっていた。全部言った通りになっていたことに気がついていません。自分の発した言葉が人生を作ります。思い通りにならないと言い続けたからこそ、確かに思い通りにならない人生を送ることになったわけです。人間は大したものではないと思い知れば、イライラは1秒で消える。湖にボートを浮かべて、湖の岸から向こうの岸に渡るとします。そして、ボートをギコギコ漕いでいると、進路を妨害するボートが目の前に現れました。このまま行ったらぶつかりそうです。ずいぶんひどいことをするな、と思ってパッと見たら、そのボートには人が乗っていません。人が乗っていないボートに対して怒鳴ることはしないでしょう。迂回をするなり、そのボートをやり過ごすなりして
対岸に渡ります。しかし、同じ状況でありながら、人が乗っていることがわかると、怒鳴るのではないでしょうか。無人のボートだとやり過ごすことができるのに、人が乗っていると怒りたくなってしまいます。なぜそんな怖いことをするんだ。危ないじゃないか。太陽が昇ることにも、月が沈むことにも、私たちは文句を言いません。でも、人がしたことに対しては、寛容になれない時があります。社長や上司が私にひどいことを言った。子供が言うことを聞かない。と怒ってしまうのです。人間には感情的になる、腹を立てる、怒る、妬む、憎むというエモーショナルな部分があって、人間が何かことを成している、そして私に悪意的に働きかけてきたと思った時に怒鳴りたくなるわけです。エモーショナルを克服する一つの方法が、人間は大したものではないと思い知ることです。詳しい説明は省きますが、人間の体は分子によって構成されています。分子を構成するものは原子で、原子を構成するものは原子核と電子です。この原子核と電子の間にはスカスカの空間しかないそうです。どれほど偉そうに振る舞っている人でも、その人の体を構成しているのは、量子力学的に見れば 99.999% 空間。スカスカで何にもないに等しい存在とのことです。そんなスカスカな人間が、海から太陽が昇った、月が海に沈んだ、目の前で誰かが何かを言った、と一喜一憂し、それが気に入らない。なぜお前は俺の言うことを聞かないんだ、と文句を言うのは、申し訳ないのですが、ちゃんちゃらおかしい。もともと人間は大したものではありません。そのように思うことができたら、実は自分が楽になる。他人のためではなく、自分が一番得をするのです。人生は修行の場としてではなく、感謝の場として存在する。ある方から、この世は修行の場なのですね。この世では我慢や忍耐をして生きていかなければならないのですね。目の前の出来事はすべて修行のために存在しているのだから、立ち向かったり乗り越えなければならないのですね。という質問をいただきました。人生イコール修行と捉えても構いませんが、宇宙の構造としては修行の場として設定されているわけではありません。私たちの目の前に起きる現象はすべてゼロなのではないでしょうか。物事を捉える力を認識力と呼ぶなら、認識力が上がるに従って、この世の中を3つの段階で解釈するようになります。第1段階、この世は修行の場である。目の前の現象は私に修行をさせるために存在している。人生は苦しみに満ちていると悲観に暮れるより、苦しみや悲しみを乗り越えていくしかないと考える人の方が、まだ一歩前進していると思います。そう思うことで気持ちが楽になるのであれば、そのように捉えてもいいと思います。ただ、本質的には、この世は修行の場ではありません。第2段階、この世は喜びの場である。私たちが肉体を持って生まれてきたのは、人生を喜ぶためではないかと考えることもできます。このように認識することができたら、認識力は3分の2までいったと言えるでしょう。第3段階、この世は感謝の場である。100点満点中の99点、あるいは100点の捉え方は、この世は修行の場でもなく、幸せや喜びの場でもなく、実は感謝の場であることに気づくことです。例えば、自分の会社が倒産し、職を失ったとします。その時、自分はこういう状況に耐えて、我慢し続けることで人生の修行をしていると、第一段階の捉え方をする人がいてもおかしくありません。ところが、認識力が第二段階まで上がっていると、この会社を辞めて新しい仕事ができることはとても嬉しく、
楽しく、幸せなことだと思うようになります。そして認識力の一番奥にある第3段階では、新しい仕事を探さなければいけなくなったからこそ、転職や転命に出会えると会社が倒産したことにも感謝できるのです。私は感謝の場だと捉えるべきだというべき論を言っているのではありません。修行の場だと捉えることで人生が楽しくなるならそれでもいい。しかし修行の場と思うよりも、この世は感謝に満ちていると考えることで楽に生きられるのであれば、そのように認識を変えればいいと思います。現象自体はゼロです。修行でも喜びでも感謝でも、どんな色をつけても自由です。自由とは自らよると書きます。自由の捉え方、認識の力がこの世の評価を決めるのです。人間は人に迷惑をかけながらでしか生きていけない存在である。人に迷惑をかけてはいけないという考え方があります。ある方は人に迷惑をかける生き方をしたくない。自分も人に迷惑をかけない分、人に迷惑をかけて生きているような人は許せない。特に暴走族などは人に迷惑ばかりかけているのではないかと憤っていました。私はこの方が自分は人に迷惑をかけてないと言い切っていたことに違和感を覚えました。自分は人に迷惑をかけてないという考え方の中には、私は自分の力だけで生きている、私は正しく生きているという概念が含まれています。でも本当にそうでしょうか？人間はたくさんの人、物、動植物に迷惑をかけながら生きているのではないでしょうか。生きていくために米や麦を何百万粒と殺し、魚を何千匹、牛や豚を何頭、何十頭も食べているはずです。道端のアリを踏みつけ、腕に止まった蚊を叩き殺しているかもしれません。私が生きているために、どれほど他の動物に迷惑をかけてきたのかわかりません。迷惑をかけないで生きるという考え方は一面では正しいかもしれません。しかしもう一歩進んで考えると、人間は他の存在物に対して迷惑をかけていないということなどありえないと気づきます。むしろ迷惑をかけなければ生きていけない存在であると考えることができるのです。そう考えると、迷惑をかけないで生きるぞと決意するよりも、迷惑をかけなければ生きていけないのだから、自分を支えてくれる存在物に対して心から感謝をしながら生きていくという方がずっと前向きではないでしょうか。私は誰の世話にもならず、老後も一人で生きていくと言った方もおられました。そういう考えで生きるのもいいと思いますが、人間は生きている限り周りに迷惑をかける存在です。だとしたら、自分は無力で大したものではないのだから、人に迷惑をかけながらでしか生きられないと思い、周りのすべてに感謝し、手を合わせてありがとうと言いながら生きていく方がずっと楽に生きられるような気がします。聖寛さんの71の習慣は、どれもなるほどとうなるものばかりです。それでいて、どこか肩の荷が下りるような、心のもやがすっと晴れるような、そんな優しい言葉がたくさんあり、読んだ人を穏やかな気持ちにさせてくれます。僕自身は常にフラットな考え方なんですが、聖寛さんが言う神様という現象、大きな存在、そういったものはあるのかもしれないなと感じました。ただ、そういったスピリチュアル的な要素が苦手な方もいらっしゃると思いますが、そんな方であっても多くの気づきが得られるのではないでしょうか。本書を読むと感謝ということを改めて考え直せると思います。ありがとうの力、大きいと思います。本書の帯には40年間の研究で聖寛さんが伝えたかったベストメッセージ集とありますが、この言葉にたがわぬ素敵な一冊になっています。興味のある方はぜひ
読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。